なんか、もともと子供の時から、自分がなんで生きてるのかなとか、何のために毎日を過ごしてるのかっていうのを、ずっと疑問をずっと持ち続けてて、なんかそれがやっぱりアートって何だろうっていう疑問につながっていったっていう感じです。私の場合。で、あの、私の周りに結構家族でアートをしてる人が多かったので、その中で、いろいろ家庭の中でアートについて語ったりとかしてるうちに、どんどんわからなくなって結局やっぱり答えが出ないっていうところでずっと探し続けてるって感じですね。なんかアーティストになったっていうのはその過程で自然になっていったっていうだけで、アーティストになりたいからアーティストになったわけで。僕もなんか、クリエイティブとかなんかものを作るっていうことに興味があって、で、それで美術っていうのに興味を持って、で同じように始めるんですけど、なんかそのもっと、アートを理解したいとか、美術のことを知りたいっていうのがあって、で2人で日本の大学に行ってる時から卒業した後にどっかで留学してみたいねっていう話になっていて、で、ドイツ最終的になったのは、ヨーロッパ一回旅行してみたんですけど、授業料が、州によって無料なんで、それで自分たちでアルバイトしながら、留学できるんじゃないかなっていうことで、ドイツに渡りました。で、ドイツの大学に入ったぐらいをきっかけに、それぞれが、仕事してたんですけど、それぞれの自分の作品を作ってたのが、一緒に作るきっかけになったのかなとは思いますし、今もいると思うんですけど、二人組の先生もいて、で、後で聞くと、ドイツで初めての二人組の、先生のポジションがブレーメンにあったらしいんですね。それも影響してるのかなね、なんか、ってぐらいです。私たちの場合は、なんか日常とその制作っていうのがあんまり分かれてなくって、もうずーっと、日常の中でアートのことについて語ってたり、なんか社会問題について語ってたり、そういう日常の中で、この作品を、なんやろ、こう、誰かが発して、誰かがそれいいんじゃないとか言うんじゃなくって、自然に作られていく。すごいそれないんじゃないとかいう言い争い、意見の違いとかは結構あったりもするんですけど、逆にその意見の違いっていうのが、なんか本当に自分の新しい、面っていうのを作ってくれたり、その時は、絶対それは違うって思ってても、結構一週間後とかにずっと考えていったら、あれの方が合ってんじゃないかな。実はしっくりくるんじゃないかなとか、自分自身もすごい結構変わっていったりとかして、そういうプロセスの中で、対話していく中で作品が生まれるっていう感じなんですけど、ねえ、こんな感じ。確かに素材も結構使うんで、うち、ちょっとじゃあ、試してみようって感じで、どちらかのアイデアがあったとして、その話ではよくわからないから、じゃあやってみようかっていう感じで、もう、そうやって発展していくのかな。それ結構あるよね。で、私はすごいコンセプトすごい冷たいタイプなんですけど、彼はなんかね、スタートしたいみそうそうたいな、そうそう。なんかいつもそこの、そう。なんていうんですか、それはあります。ちょっと、すごいあるよね。いや、まだみたいそう、な。私は完璧にコンセプトを詰めてからどの素材を選んでって全部そう動きたいタイプなんですけ結構ど、そのブレーキとアクセルを同時に踏む感じそういう感で、じ。本当ちょっとにまさにブ動く感レーキと、じですね。うん。で、なんかそれぞれがしたいことをしつつ、うん、最終的にまとまるというか、まとまってんのかまとまってるのかわかんなわいんですけど。からへんけど。
そんな感じね。日本から直接こっちに来て、本当に、すべてが自分の、今まで感じてたもののすべてが、全然違う視点があったんだっていうことに気づいて、なんか自分が今まで本当に思ってたこととか、これが正しいだろうとしてたことっていうのが、全部崩れてしまって、もうガラガラ音を立てるように、こう、自分が崩壊していった時に、なんかこう自然とこの二人でそういう環境について話したり、その違いについて話したりしているうちに、作品の話も、しますし、なんか自然にそう流れていったっていう方が、正しいかなとは思いますね。もともとその2人とも、いろんな作品を見に行きたいということで、ヨーロッパ結構周辺諸国がすぐ行けるので、美術館巡りとか、いわゆるその美術を見るっていうことをメインにしていて、で、大学生のもう後半ぐらいになって、そろそろなんか自分たちも作るべきというか、作らないとっていう感じにやっとなってきて、でもなんかその時って、もう、建築とか、いろんなものを見ていくんですけど、音楽とか、オペラであるとか、いわゆるアートってなんだろうっていうところから、この、興味が来てるので、いろんなものをこう勉強していくうちに哲学であるとか、なんか本当にどんどんわからなくてなって、結局自分ってなんか作る必要があるのかなっていうところが結構自分の中であって、結局何を作りたいのかとかもどんどんわからなくなっていくんですね。なんか日本の時にあった確実な自分はこれを作るっていうのさえもこうなくなっていくっていうか、なんか自分って何ができるんだろうな、みたいなっていうのが結構、なんかこう、その時の気持ちっていうのがあって、で、結構その根本的なその疑問、その自分って何なんだろうかなとか、どういうところにいるのかな、存在そのものの質問、なんかね、質問にやっぱり行き着いて、その頃にも。で、質問からスタートして、造形作品を作るっていうのが始まった感じですね。なんかドイツに行ったその瞬間から、来年これもう入れないから、ここにはもう今だけインプットして来年日本に帰るっていうのが10年ぐらい続いて、あれなんかこのまま行くと永住権取れそうなんで、その時はなんか大学を卒業した後、アート活動でしか収入活動してはいけませんというビザをもらって、だから、レジデンスとか助成金とか、いろいろ、アート活動もしつつ、でももう2年ぐらいで取れそうだから、じゃあ頑張ろうかってなって、それで永住権取ったのが2019年ぐらいだったんですね。その後なんか割とアート活動的にも、ドイツ生活的にも慣れてきて、で、今に至る。感じですね。でも毎日考えてずっと考えてましたね、十何年。なんかいつ戻るのか戻るべきなのかとか、なんか本当にいろんな人にも聞きましたし。なんかドイツで出会うアーティスト、外国出身のアーティストとかにも、どうするのいつ帰るのっていうのをみんなに聞いてました。本当になんかもう暗中模索みたいな感じ。暗闇の中を、こう、もちろんお金も本当に、やっぱりないですし。来年は無理だっていうのをずっと毎年、やっぱりなんか、外国人で、アーティストで、その、収入とかは不定期しかないということで、すごくマイノリティという存在になるんですよね。だからなんかいつも来年はどうなるんだろうっていう。で、やっぱりもちろんマイノリティでずっと生きてるので、その自分っていう、どちらかというと個人で見られるっていうよりは、こうフレーム化された、いわゆるこう日本人とか、なんか外国人であるとか、そういういつもフレームに入ってる自分しかないんですね。なんかそれをどういうふうに、私は広瀬奈々であって、日本人ではないっ
っていう、なんか個人いつもそこの戦いがすごいんですよ。だからなんかそれをどういうふうに自分の中でこう超えていくか。まあ、なんかこう、周りを変えることがなかなかできないので、なんかそういう偏見とか、そういうものと付き合っていくっていうのが、このドイツの18年間だったかなっていうのは思います。で、まあ、ドイツも割とうち移動してまして、そのベルリンからブレーメンっていうところで、今ここはデュッセルドルフっていう西の方の町なんですけど、で、南の方のウルムっていうところに2年ぐらい行って、で、その移動しつつ、その近くにある工房を使わせてもらったり、ブロンズの工房を使わせてもらったりとか、なので結構移動しながら、作るみたいなのやってきました。やっぱり移動を通して、物の見方もまた全く変わりますし、あと、ドイツだとやっぱり、西ドイツ、東ドイツっていうのが結構大きくって、私たちは今西ドイツで暮らしてるんですけど、レジデンスで東ドイツに行ったら、本当に全く違います。もうなんかもちろんそれが社会的な問題が結構多く含んでるんですけど、で、別にどっちも正しいというか、どっちも違うことなってるんですけど、なんか、そういうダブルスタンダードっていうのが、まあずっと続いている。なんか、そういうことにも結構自分たちの考えとかが、こう、左右されますし、まあ、一人一人ね、いろんな意見をなんか出会いながら、日本で、私たちが滞在するときは、本当にマジョリティとしての、一応ね、日本そ語圏の日本出身者としう、て、まあ、多数派としているんで、割とそれが、まあ、今までの活動の中では珍しい環境なんですけど、なんかそこでもやっぱりいろんな人と、お話しすることによって、いろんな意見聞けるので、結構面白い、そうね、全然違う。体験です。もともと、じゃがいもそのものは、ブレーメン時代にスタートして、で、文字の作品が始まるのが2018年なんですよね。で、最初、日本の、新潟のトリエンナーレで文字を使うインスタレーションをして、それからドイツで2019年から3カ所かな、個展をしながら文字を使う作品をこう発展させていって、で、2022年にレーバークーゼンというところで割と大きな個展をして、そこで文字の作品の完成度が上がっていったんですけど、ちょうどその間ぐらいかな、じゃがいもの鏡面で、文字も鏡面の文字を使ってたんですよ。で、それと、インスタレーションで使っていた子供たちの質問を集めた文字から抜粋した質問を、シルクスクリーンで、うん、作品化するって感じかな。なんかそのレーバークーゼンっていう、ノルトライメスファーレンっていう、この州にある美術館なんですけど、そこでやった展示が、子供の質問を床面に、配置して、で、その床面の、文字は全部鏡状になっているので、光を反射するんですね。で、その反射した子供の質問が壁にもまた反射されて映ってるっていう、床に本当に子供の質問をまあ並べて、で、その上を鑑賞者が歩く。それでその子供の質問同士には駆動点がないので、どちらかというと、こう、バーッと羅列した文字の中を鑑賞者が自分で探して、どういうことが書いてあるのかっていうのを発見しながら、こう、見ていってもらうっていう作品なんですよ。ちょうどね、だからそのインスタレーションの作品でも、その鑑賞者が動くと、その作品そのものの見え方が変わっていくっていうものだったんですよ。じゃがいものオブジェクトがあると、近づいて、まあ、なんかつるりとしてるなと思って近づいていくと、そのオブジェクトを覗き込んじゃうと、逆にそこに映り込んだ自分とその周りのものが見えて、その時にこの視点がちょっと変わるんですよね。で、それとその文字の作品がすごく、
いい組み合わせだなってなって、2020年ぐらいからかな。一緒に。あれがセットというか、一つの組み合わせとして、うん。なりました。日本で一番最初にやった時は、その児童文学を使ったんですけど、その時の言語はやっぱ日本語だったんですね。で、一番最初、その小学校、廃校になった小学校が展示場所で、そこに新見南吉さんの手袋を買いにという狐の物語なんですけど、それが公立小学校で結構何十年にもわたって、こう、2年生ぐらいかな、3年生ぐらいかな、の時に読まれたっていう物語は、まあ、一応日本の学校、公立学校通った人たちの、まあ、一つの、共通記憶みたいなものだなと思って、ただそれをこう、ドイツ、まあ、あるいは海外というか、インターナショナルに展開したいときに、もっとなんか、それぞれの人が絶対持ってる、そういう共通のものっていうのを掘り下げていったときに、子供の時の記憶で、子供時代のその、世界とこう、対峙した瞬間の疑問みたいなものがあるんじゃないかなっていうのが、その子供の質問になりました。で、今は、ドイツ語で子供の質問を探しているので、使われている、言語はドイツ語にしてます。で、その子供の質問っていうのが結構本当にもう様々あって、すごいこう、簡単な空はなぜ青いのとか、私はなぜ私なのとか、簡単なものとか、戦争はなぜあるのとか、自分は、どこから生まれてきたのとか、なんか本当に、答えるのが結構難しいんですね。なんか、もちろん簡単に答えようと思ったら答えれるんですけど、なんか、すごくそれって素朴で単純な質問なんですけど、本当に、実は、大人がその質問に対峙して、解決していかないとダメ、取り組んでいかないとダメな、質問だなって思う質問を、なんかこう、例えば壁にこう貼ることによって、なんか、インスタレーションではその上に立ってもらって、自ら探してもらおう。対峙してもらうっていう体験だったんですけど、なんかこう、平面にすることで、常にこう、それを対峙する。なんかこう、すごい小さな子供の質問の一瞬の瞬間をとどめるっていう感じで、一応平面にしてました。でなんかそれはじゃがいもにも言えて、なんかじゃがいもで使っているブロンズっていうのは、結構素材的に歴史がずっと長い素材なんですね。で、ブロンズっていうのは半永久的に素材として残りますし、その半永久的な素材を使って、その、じゃがいもっていう、いわゆるもう見もしないで一瞬で消費されてしまう、その物質っていう、なんかそのアンビバレンスみたいなものが、常に作品の、こう、要素になってる感じですね。最初に日本にいた時は割と素材をどうしかして何かを作ると思ってたんですけど、やっぱりこうだんだんとなんかこうまず話し合いとかアイデアがあって、じゃあこんな風な、やり方もできるかなっていうので、割となんか新しい素材とかもやってみたいっていうのは結構あるかもしれないです。けど、本当にその素材が持つ意味っていうのが結構私たちの中で大きくって、で、その素材の意味をどういうふうに自分たちが作品に置き換えることができるのかっていう、なんか、その、選び方で素材が結構決まってくることが多いですね。そうですね。目の前にあるものをもう一回こう改めて問い直すみたいな入り口になればなと思って、今ブロンズのあれは磨いて仕上げるんですけど、ブロンズ彫刻の中ではまあ基本やらない手法なんですね。で、銅って10円玉と一緒でどん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 変化するので、本当だと変化しないようにどこかの段階で色をつけたり、物質としての変化を止めるんですけど、あえて生のブロンズ
の状態になってます。で、焼き物とかの場合もそうで、基本焼き物っていう世界の中では使わない形で、ちょっと素材を使っていたり、確かにその素材そのものもちょっと新しい見え方ができればなと考えてます。アートじゃなくても多分そうだと思うんですけど、作品があって、で、見に来られた方がいて、多分その間で、こなんか成立っていうか、起こることが多分大切だと思うんですよね。で、僕たちも、作品として一応出すのが、半分で、見に来てくれた人がそうやって楽しんでくれたり、なんかいろいろ考えてくれたりするのが半分で出来上がってるんじゃないかなっていう。そうね。うん。だからなんか全然、私たちはいつもこう、質問として、問いとして作品を、作ってる部分が結構あるんですけど、なんか本当に答えは全然もうないというか、もうどんな答え良い。なんかそういう考えることとか、ものを見るきっかけみたいな感じうん。存在できればな。ただなんか自分たちの作品を通して、本当になんかもう一回自分の信じているものとか、なんか本当見慣れているものとか、そういう世界っていうのをもう一度、なんか見てほしいなっていう、なんかそのきっかけとしての作品。そう、なかなかなんかね、やっぱりその考えるモードとか、そうやって問い直すことって日常の中で結構難しいものなのかなって思うんですね。なんかこう、やっぱり決められたことをそのまま、自分を通して同じことを発するとか、なんかそういう、もうちょっとこう丁寧に、もう一回それを自分で咀嚼してみて、それって何なんだろうなとか、それなんで私はその時にそう言ったんだろうなとか、そういうのを考えることで、なんかこう、本当に全く実は違う世界っていうのがあるんじゃないかなって、なんか私はドイツに来て本当になんかこう、もうガラガラ価値観が変わってしまったなんか経験の中で結構、うん、そういうものって実は重要なんじゃないかなって思います。子供の質問を使ったインスタレーションを日本でしてみたんですね。なんか、これからやっぱり日本とか、ヨーロッパの分はだいぶこう、体験して。体験したので、次はアジアの方とか、あんまり体験していない、体験を求めて、日本を拠点にしながら、とりあえずインスタレーションとか、そういうものをもう見せていきたいっていうのは、切なる願いですね。うん。そうですね。なんか、日本を含めて、やっぱりアジア圏で、やっぱりほとんどインプットもアウトプットも今できてないので、なんかそれが逆に新しい、あれかなっていうのが、うん。展開の可能性かなと、そうね。今思って